第一課、靴の修理を頼む。その靴、どうしたの？かかとが壊れました。歩きにくい？少し傾きます。修理できそうだね。近くに店ありますか？駅前にあるよ。一緒に行ってくれる？もちろんいいよ。ありがとうございます。この店かな？靴が並んでますね。店員さんに見せよう。お願いします。かかとだけ直せる？できるそうです。時間はどのくらい？ 30分ぐらい。思ったより早いね。買い替えなくてよかった。料金はいくら？ 2000円です。高くない？この靴なら直したい。気に入ってるの？ 3年履いています。僕も長く使うわ。物を大事にしたい。他にも傷あるね。そこも直せますか？磨けばきれいになる。お願いしようかな。追加はいくら？ 500円だけです。じゃあ頼もそうします。う。待つ感動する？近くを歩きたい。でも、靴ないよ。貸しスリッパあります。それなら安心。少し恥ずかしいけど、30分減ったよ。戻りましょう。すごく綺麗だね。本当に新品みたい。履いてみて。高さも大丈夫です。歩きやすい？前よりいいかも。修理って便利だね。捨てなくて済みました。僕の靴も見てもらおう。どこが悪いの？そこが少し減ってる。今度見てもらいましょう。今日はあやはなだけでいいよ。じゃあ次はユーマですね。大事にはこうね。はい、まだ使います。第二課、朝一で野菜を選ぶ。朝一、早いね。でも、人が多いです。何を買いたい？トマトとキュウリ。僕はじゃがいもかな。料理するんですか？カレーを作る予定。いいですね。このトマト、安いよ。少し柔らかいですね。今日食べるなら平気。じゃあ2個にします。大きい方がいい？小さい方が甘そう。店員さんに聞く？聞いてみます。小さい方がおすすめだって？じゃあ決まりです。きゅうりはこっち。3本で200円。スーパーより安い？少し安いです。新鮮そうだね。色も濃いですね。僕のじゃがいもは？奥にありますよ。一袋多くない？半分使う予定。残りはどうする？スープにします。玉ねぎも必要では？あ、忘れてた。ここにあります。助かったよ。あや花は果物買う？桃が気になります。少し高いね。純だからかな。一個だけ買います。いい香りだね。
支払いは現金？この店は現金だけ。小銭ありますか？私は大丈夫です。僕は千円札だけ。両替してもらえるかも。店員さん優しいね。袋もくれました。エコバッグ持ってる？はい、持ってきました。僕は忘れた。一緒に入れますか？ありがと重い方は持ってね。う。もちろん。じゃがいもはお願いします。朝一、楽しいね。また期待です。次は魚も見よ今日は野菜だけにします。第3課、公園でスケッチする。う。今日は何を描く？池の近くがいいです。僕は木を描きたい。大きな木があります。ここに座ろうか。日陰でちょうどいい。鉛筆は何本ある？ 3本持ってきました。僕は1本だけ。消しゴムありますか？それも忘れた。貸しますよ。ありがとなくさないでください。う。まず形を取る？大きく描きます。細かく描かないの？後で足します。なるほどね。ユーマはどう描く？僕は輪郭から。性格が出ますね。どういう意味？丁寧すぎるという意味。悪くないでしょ？悪くないですよ。鳥が来た。動くから難しい。写真撮って参考にする？今日は見ながら描く。あやはなは池を描く？私は池を描きます。反射が綺麗です。色鉛筆もあるの？少しだけあります。青を借りてもいい？どうぞ。今度返すね。1時間経ったよ。早いですね。途中だけど見せる？いいですよ。僕の軌道？枝が細かいですね。あやはなの池もいいね。少し暗すぎたかも。影を薄くする？消しゴムで調整します。外で描くと違う。光が変わりますから、風も強くなった。紙を押さえて僕が持つよ。助かります。今日はここまで。続きは家でします。また別の場所で絵がこう。川沿いもいいですね。次は色も使いたい。水彩も持ってきます。第4課、メガネを調整してもらう。メガネずれてない？最近よく元がります。ネジが緩いかな？自分ではわからない。メガネ店で見てもらおう。無料かな？調整だけなら無料かも。聞いてみます。この店で買った？はい、去年ここで。それなら安心だね。店員さん来ました。どこが気になりますか？鼻のところが元がります。耳の後ろも痛い？少しだけ痛いです。フレームを曲げるのかな？
専門の人に任せます。僕もメガネだからわかる。ユーマもずれますか？夏は特にずれる。汗のせいですね。今、調整してる。すぐ終わりそう。かけてみてください。さっきよりいいです。元を向いても平気？落ちません。耳は痛くない？今は大丈夫です。レンズも拭いてくれた。きれいになりました。度数も確認する？最近少し見えにくい。視力測定できるって。時間ありますか？僕は大丈夫。じゃあ、お願いします。右目からですね。少し緊張する。上、元、右。よく見えています。左は少し弱い？前よりも尖ったみたい。すぐ作り直す？まだ必要ないそうです。半年後、また確認。忘れないようにします。ケースも変える？今のをまだ使います。僕は予備が欲しいな。旅行用ですか？そう、壊れた時よ。それは便利ですね。こんにちは。調整だけで10分。本当に楽になりました。無料でよかったね。サービスが助かります。大事に使おう。はい、落とさないように。第5課、レンタルスタジオを使う。撮影、ここでするの？はい、このスタジオです。思ったより広いね。背景も3色あります。何を撮る予定？作品の紹介動画です。僕は照明を担当する。お願いします。カメラは持ってきた？三脚もあります。音はどうする？マイクを借ります。追加料金かかる？ 1時間500円です。利用時間は2時間。準備も含めてですね。まず白背景かな？商品が見やすいです。照明つけるよ。少し眩しい。角度変えようか。右からがいいです。影が強いね。反対側も明るくする？僕が調整する。お願いします。これでどう？かなり自然です。テスト撮影しよ私が話します。う。音、入ってる？少し小さいかな。マイク近づける？服につけます。もう一回撮るよ。準備できました。今の良かった。最後、少し噛みました。気にならないよ。私は気になります。じゃあもう一回。今度はゆっくり話す。時間後し10分。10分ありますね。別の角度も撮ろう。上からも欲しいです。三脚を高くする。落とさないでね。僕が支えるよ。助かります。最後に写真も撮る？サムネイル用に欲しい。背景は青にする？少し目立ちますね。片付け始めよ時間内に終わらせます。う。忘れ物ない？
マイクを返しました。また使いたいね。次は3時曲がりたい。第六課地域マラソンを手伝う。明日はマラソンだね。私たちは給水係です。集合は何時？朝6時半です。かなり早いな。ランナーはもっと早い。服装は決まってる？スタッフ用ベストです。僕は帽子も持っていく。日差し強そうですね。水は誰が準備する？運営が用意します。僕たちは並べるだけ？補充もします。コップ何個ある？かなり多いですよ。置き方にルールある？ 2列に並べます。ランナーが取りやすいように。間隔も空けます。スポーツドリンクもある？後半だけあります。水と間違えそう。机を分けるそうです。声かけも必要？水です。と言います。僕は大きい声出せる。頼りにしてます。ゴミはどうする？後ろに回収箱があります。道にコップ落ちるね。すぐ拾わないと危ない。走路に入らないでね。そこは注意します。具合悪い人がいたら？救護スタッフを呼ぶ。自分で判断しすぎない。役割分担ですね。7時半スタートです。もう人が集まってる。先頭来ました。早いですね。水を出すよ。私は右側を見ます。コップ減ってきた。補充します。僕が箱を運ぶ。重いから気をつけて。最後のランナーだね。拍手しましょう。お疲れ様でした。私たちも疲れた。片付けはあと少し。机を畳みます。参加してどうだった？思ったより楽しかった。来年も手伝う？時間が合えば、ぜひ。次は走る側かも。まず練習してください。第7課歓迎会を企画する。新人の歓迎か、移動する？来週が良さそうです。人数は何人？ 12人ぐらい。全員参加できる？ 2人、まだ未定です。先に日程を決める？候補を3つ出します。僕は木曜がいい。私は金曜がいいです。新人の予定を優先しよそれが一番ですね。う。場所は会社の近く？歩けるところがいい。飲み会だけにする？お酒を飲まない人もいる。料理中心の店かな？それなら参加しやすい。予算はいくら？1人4000円、いない。新人からも取る？今回は無料にしたい。差額はどうする？他の人で分けます。僕は賛成。みんなにも確認します。席は個室がいい？話しやすいと思います。でも12人いるかな？店に聞いてみます。
アレルギーも確認。先にアンケートします。司会は必要？簡単でいいと思う。僕が最初に話す？課長の挨拶があります。じゃあ僕は進行役。お願いします。新人に自己紹介頼む？短くなら大丈夫。ゲームはする？無理にしなくてもいい。会話の時間を増やす。その方が自然ですね。席替えする？途中で1回だけ。全員と話せるね。新人も孤立しにくい。終了は9時まで。遅すぎない方がいい。二次会は決めない？行きたい人だけで。予約はいつまで？明日にはしたいです。僕が店を探す。私は出欠をまとめます。役割決まったね。あとは新人の日程です。楽しい会にしよ気楽な雰囲気がいいですね。第8課、オンライン会議を改善する。最近会議長くない？私もそう思います。1時間超えること多い。集中が切れます。何が原因かな？議題が多すぎる。事前資料も長いね。読む時間がありません。僕は議題を3つに絞る。優先順位をつけましょう。報告だけの内容は？チャットで10分です。会議は決定だけにする？相談も必要ですね。参加者も減らせるかな？関係者だけでいい。全員呼ぶ必要ないね。録画もできますし。でも録画見るかな？要点だけ残す方がいい。議事録を短くする。決定と担当だけですね。僕がテンプレ作るよ。それ助かります。発言しにくい人もいる。順番に聞く方法は？全員に1回聞く？人数が少なければ。チャットも使える。書く方が得意な人もいる。カメラは必須？私は必須じゃなくていい。通信が悪い人もいる。事情がありますから。開始時間は守ろ終了時間も決めたい。う。45分で終える？一度試しましょう。休憩なしで大丈夫。1時間より楽です。資料は前日に送る。当日、送付は避ける。質問も先に集める？それも効率的です。僕はフォーム作る。私は議題を整理します。次の会議で試そう。結果を比べたいですね。評価はどうする？終わった後に1問だけ。役立ったかですか？それで10分かも。改善は少しずつ。ルールを増やしすぎない。会議のための会議は嫌。本当にそうですね。まず45分にする。次回から始めましょう。短くても質を上げたい。目的を忘れないことですね。第9課、
出席点は必要か？出席つって必要かな？私は少し必要だと思う。授業に来る動機になる？少なくとも、最初は、でも、内容理解とは別。確かにそうですね。毎回来ても寝てる人いる。それなら意味が薄い。僕は成果で評価したい。試験だけにする？試験だけも怖いな。つい、タチで決まりますから。課題も入れる？それが公平かも。出席は何%？ 10% ぐらいなら、欠席理由もいろいろ。病気や家庭事情もある。一律に減点は厳しい。だいたい課題が必要ですね。オンライン参加は？授業によります。実験なら難しいね。実技も同じです。講義なら録画できる。後から学べます。出席を取る目的は？学習習慣を作ること。大学生なら自己責任？そういう考えもある。僕は自由も大事と思う。でも、放置とは違います。教員の負担もあるね。毎回確認は大変です。自動出席システムは？便利だけど、問題もある。代理出席できるかも。不正対策が必要。結局、信頼も必要。学生側にも責任があります。授業が面白ければ来る？理想は、そうですね。でも必修は別かな？興味だけでは決められない。出席点ゼロは極端？私は少し不安です。僕は 5% かな。かなり低いですね。その文化題を増やす。バランスですね。学生の意見も聞く？制度変更なら必要です。データも見たい。出席と成績の関係とか、感覚だけで決めない。その方が納得できます。学校ごとに違っていい。授業形式も違いますから。一つの正解はないね。目的に合わせるべきです。第10課、空き家を地域で使う。この町、空き家多いね。最近増えています。使わないのはもったいない。管理も大変です。地域で使えないかな？どんな使い方ですか？子供の学習室とか。いいですね。僕は共同作業場もいい。仕事にも使えそう。改修費はいくらかかる？家ごとに違います。所有者の許可も必要。そこが一番大事。連絡取れない場合もある。手続きが難しいですね。行政が仲介できる？制度がある町もあります。家賃は安くする？維持費は必要です。無料だと続かないかも。少額負担が現実的。安全確認も必要。耐震性が心配です。古い配線も危ない。専門家に見てもらう。僕たちだけでは無理。地域全体の計画ですね。
近所の人の意見は？騒音を心配する人も。利用時間を決める？夜は避けた方がいい。駐車場も問題だね。公共交通を案内する。空き家を壊す選択も。危険なら必要です。全部保存する必要はない。状態で判断ですね。改修後の管理は誰？運営団体が必要。ボランティアだけでは？負担が偏ります。有給スタッフも考える。長く続けるなら。僕はイベント会場もいい。地域交流になりますね。若い人も来るかな？使い方次第です。高齢者向けにもできる。昼の集まりとか、一つの場所を共有する。時間帯で分けられます。成功例を調べよう。他の町を参考にしたい。でもそのまま真似しない。地域条件が違います。まず、一軒で試す？小さく始めるのがいい。空き家が資源になるね。管理できればそうですね。第11課。子供は何歳からスマホを持つべきか。子供のスマホ、何歳から？難しい問題ですね。僕は中学生かな？私は状況によると思う。連絡用なら早くてもいい？安全面では便利です。でも、使いすぎが心配。動画やゲームですね。時間制限をつける？最初は必要かも。親が全部見るのは？プライバシーもあります。年齢で変えるべきだね。少しずつ任せる。位置情報はどう？緊急時は便利です。常に監視は嫌かも。信頼の問題になります。僕もそう思う。ルールを一緒に決めたい。学校では禁止？授業中発買わない。持ち込み自体は？学校方針によります。SNS は何歳から？サービスにも年齢制限。でも守られないことも。教育が必要ですね。危険な連絡もある。知らない人とのやりとり。子供にどう教える？怖がらせるだけではダメ。具体例を話す。困ったら相談できるように。失敗しても怒りすぎない。隠すようになりますから。料金も教えたい。お金の勉強になります。アプリ課金とかね。上限を決める。僕なら契約も見せる。仕組みを知るのは大事。中古端末でもいい？最初は10分だと思う。高い機種は不要かな？必要性で選びたい。友達が全員持ってたら？プレッシャーがあります。家庭だけで決めにくい。周囲の環境も影響します。でも、同じにする必要ない。家庭ごとの判断ですね。年齢より成熟度？それも大きいと思う。ルールを守れるか？問題時に相談できるか？結局、段階的に持たせる。私は
それが現実的。道具として教えること。便利さと責任の両方ですね。第12課、週4日勤務は現実的か。週4日勤務、どう思う？魅力はありますね。休みが3日になる。生活に余裕が出そう。給料が同じなら最高。そこが重要です。時間を減らして正開示。本当にできるかな？僕は仕事の種類次第。私もそう思います。接客業は難しそ人員を増やす必要。う。事務職なら可能？効率化できれば。会議を減らすとか。無駄な作業も見直す。1日を長くする方式も。と、時間勤務ですね。それ疲れそう。 4日でもつい、たちが長い。僕は時間短縮型がいい。私はそれに賛成。会社のコストは？採用が増えるかも。でも離職が減るかも。長期でハエかもしれない。生産性はどう測る？時間だけでは測れない。成果を見る必要がある。職種ごとの指標ですね。全員同じ制度にする？選択性もありそう。週5日がいい人もいる。生活リズムがあります。休みの日は何する？家族や勉強に使える。副業する人も増える？可能性はあります。休むための制度なのに。使い方は人それぞれ。僕は勉強時間にしたい。私は趣味に使いたい。試験導入がいいかな？ 3ヶ月ぐらい試す。データを取るんだね。生産性と満足度です。顧客への影響も見る。対応が遅れないか？曜日を固定する？チームでずらす方法も。全員金曜休みは難しい。業務が止まりますから。制度だけでは不十分。仕事量も見直す必要。いつか分を4日に詰めない。それが一番大切です。僕は試す価値あると思う。私も条件付きで賛成。働き方は変わり続けるね。自分たちで考える必要があります。